ロイヤルソードアカデミーを知らねえってどんだけ世間知らずなんだよ。にゃにゃ。じゃあおめえはロイヤルソードアカデミーに詳しいってのか？詳しいってほどじゃないけど、お前よりは知ってるだろうね。あっちの学園にもグレートセブンとは違う7人の偉人の精神をモットーとした7つの寮があるんだよな。輝ける7人、レディアントセブン、偉大なる7人たるグレートセブンと双璧をなす偉人たちだ。魔法史に伝承と名前がよく出てくるよね。全然記憶にねえんだぞ。俺様がまだ習ってねえところかも。そんなわけあるか。1年最初の期末テストの範囲にも出てただろうが。何もわからないんじゃ試合を見てても面白くないだろう。僕が教えてやるよ。行進の先頭を歩いてる赤い魔法石のブローチをつけてるのは確か綺麗な姫の優しさを大事にしてるなんとか寮だ。全然わかんねえんだぞ。雪のように汚れない心を持つ清廉な姫。辛い時も周りの人や動物に手を差し伸べ続けたすごく優しい偉人かな。あそこはネージュがいる寮なんだ。その名もシャルブランシュ寮。ロイヤルソードアカデミーの中でも一番古い寮でポムフィオーレの永遠のライバルなんだって。寮の先輩たちが言ってた。その後ろで空色のブローチをつけてるのはオーラリーム寮でしょ。兄貴が学園対抗戦に出た時対戦相手にいたから覚えてる。無垢な冒険者の寮だよな。この偉人はバラの王国で有名だから僕でも知ってるぞ。不思議な世界を旅した冒険者、涙の海や暗い森も恐れずに突き進んだって話。好奇心が抑えられなくて考えなしに突っ走ってただけって説もあるらしいけどね。今フィールドに入ってきたローズ系の色をした魔法石をつけているのは純粋な姫を偉人として尊ぶ寮、ロサーウ・ローリア寮だ。純粋な姫の伝承くらいは当然知っているな。知らね少しは己の知識のなさを恥じろ魔獣。いいか、この偉人は魔女の呪いから逃れるため森の奥で育てられた。一度は魔女の呪いに倒れたらしいが、絶望の中でも希望を持ち続け、結果真実の愛によって目覚めたとされている。え。その姫倒れてただけか？どの辺が偉いんだ？希望を捨てなかった粘り強い精神性が評価されているのだろう。緑色のブローチをつけたやつらが入ってきたんだぞ。緑色の石はマリナフィーネ寮のはずだ。確か人魚の姫の寮じゃなかったか。人間の王子に恋して陸に上がったっていう。一途な姫か。サンゴの海や陽光の国に多く伝承が残る偉人だ。今でさえ地上に上がる人魚ってレアだから大昔はなおさらだったんだろうな。その昔、人間と人魚はお互いを恐れ合っていたそうだ。周囲の反対を押し切って海を飛び出したらしい。青みの強いターコイズ、自由を求めた奔放な姫のドレスカラーの魔法石、デュナミーナ寮だね。奔放な姫はとても賢くて、悪人が国を乗っ取ろうとした時、すげえ魔法でぶちのめしたのか？それとも格闘技でノックアウト？悪人の気をそらして姫を助けに来た若者をサポートしたんだって。なんかパッとしねえんだぞ。偉人に対してさすがにそれは失礼すぎんだろ。古いしきたりに縛られず自分の意志を貫いたことでも有名だぜ。なあ、もっとかっけえ偉人はいねえのか？気高き獅子は？僕あの伝承は結構好きなんだ。荒れ果てた祖国の再建に貢献したメスライオンだな。獣人族に人気のある偉人だ。ちょうど今フィールドに入ってきた薄い黄色のブローチをしてる奴らの寮、プリバロー寮は
気高き獅子の精神をモットーとした領らしい。枯れた土地を旅して本当の王様を見つけたんだよね。見つけた？そいつが王様になったって話じゃねえのか？本人は王の血筋じゃなかったんだろう、多分。なんかこうかゆいところに爪が届かねえ感じなんだぞ。羊を乗り越えて王になるのは百獣の王の伝承だ。同じことしても偉業にはならねえだろう。何を偉業とするかは土地や時代、そこに暮らす人によっても変わる。そういう意味では孤高の霊人も一風変わった偉人の一人だよね。そいつもレディアントセブンの一人なのか？ロイヤルソードアカデミーでも一番新しい寮、プシュケロス寮を象徴する偉人だよ。ほら、あそこに歩いてる赤紫の魔法石をつけた人たちがそう。彼女には興味深い伝承がたくさんあるけど、一番有名なのは英雄と恋に落ちた話。愛する人に裏切られた過去のせいでずっと他人を信用できなかった。でも一人の英雄と出会って再び誰かを愛する勇気を持てたんだって。